どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、陰性水草は好きでしょうか？自分は最近すごくハマっているんですが、陰性水草はどの種類も幅広い層に支持されてますよね。光がそこまで必要なく、CO2 添加をしなくても成長するということで、生態メイン水槽でもワンポイントに入れている方は多いのではないでしょうか。光や CO2 をそこまで必要としないということは成長が遅いわけで、なかなか増えないのはちょっともどかしい感じもしますが、それが逆に良かったりします。レイアウト水槽を管理している方ならわかると思うんですが、色鮮やかな有形層ってトリミングが超大変で、複数水槽を管理しているとトリミング作業がとんでもなく億劫になってくるんですよね。ただ、それを放っておくと、せっかくこだわって作ったレイアウトがダメになりますし、放置しとくわけにもいかないということで、しぶしぶカットする人が大半な気がしてます。なので、玄人の方は成長が遅い陰性水草を多用することで、長期間レイアウトの景観を損ねず、トリミングもしなくていいという環境を作ることが多いわけですね。特に昨今はジオラマ的なレイアウトが流行っており、作り込まれたレイアウト素材を際立たせるのに陰性水草はうってつけです。そんな初心者から玄人にまで愛されている陰性水草ですが、その中でも一番代表的なものといえば何といってもアヌビアスでしょう。ちょっとやそっとのことでは枯れたり溶けたりせず、石に簡単に活着し、小さい葉のものから大きい葉のものまで多種多様に揃っており、なおかつ価格も安いということで、もう無敵なんじゃないかと思うくらい完璧です。ちなみに自分のお気に入りのアヌビアスは葉が小さいアヌビアス7プチです。レイアウトに使わないのに買い漁ってた時期もあるくらい好きです。小型水槽にも大型水槽にも使えるので持っていて損はないと思います。そんな強靭無敵最強なアヌビアスなんですが、唯一欠点があるんです。それは何かというと、苔がつきやすいことです。正直他の陰性水草よりも丈夫で調子を崩しにくく、そのくくりの中だけで言えばめちゃくちゃつきやすいというわけではないのですが、成長が遅いということはイコール苔に侵食されやすいと同義です。代謝の早い有形層に比べると苔がつきやすいと言って差し支えないと思います。特にアヌビアスは結構葉が硬いので、感覚的には苔も硬いものがつきやすい印象です。代表的なもので言えば黒ひげ苔などが挙げられますが、その他にも斑点状の苔もよくつきます。成長の遅い水草にいつまでも居座っている苔は結果的にしぶといやつが多いので、せっかく増やしたアヌビアスがそんな頑固な苔で汚くなるのは悲しいですよね。というわけで今回はそんなアヌビアスについた頑固な苔を駆逐するべく奮闘していきます。結果がどうなったのかぜひ最後まで見てやってください。それでは早速やっていくんですが、まずは現状の把握から。自分のうちにはミクロソリウムやアヌビアスなどの陰性水草をストック元い放り込んで放置している60センチ規格水槽があるんですが、その中のアヌビアスが苔に侵食され始めたんです。最初の数ヶ月は調子が良く、生体の数が多くてもすくすく成長していたんですが、どこからかを境にこのような斑点状苔が蔓延することに。最初はメラミンスポンジでこすって落とす作戦を決行してみたんですが、それでも全く取れない頑固な苔で、どうしようか悩んでいるうちに、ほぼ全てのアヌビアスが苔まみれになってしまいました。特にアヌビアス7ジェイドという葉の色が明るいアヌビアスはめちゃくちゃ目立ちますね。せっかく綺麗に育ってきたのに残念でなりません。この水槽にはだいぶでかいシルバーフライングフォックスが何匹かいるんですが、そいつらでさえ太刀打ちできないようです。ただ、このままにしておくとストックしていたアヌビアスが使えなくなってしまうので対策を考えることに。さすがにこの苔まみれのアヌビアスを新規立ち上げ水槽には入れたくないですし。というわけで知恵を振り絞って考えた結果、ヤマトヌマエビに頼ることにしました。なんだよ、そんなの真っ先に考えつくじゃんって話なんですが、正直この苔には生半可な戦力では勝てません。
60センチ水槽に数十匹ヤマトを入れたところで、苔の繁殖スピードには勝てないですし、何よりこの頑固な苔を進んでヤマトが食べてくれるとは思えないです。ただ、安全に駆除できる方法はやっぱりヤマトしかいないんですよね。幸いなことに以前動画でもお話しした通り、全水槽のスネールを駆逐するために、うちにいるヤマトヌマエビ100匹を60センチ水槽に集結させていたので、その100匹を使い、3桁という物量でご利用します。とりあえずヤマトヌマエビに頑張ってもらうことは決定したので、あとは環境設定をしてやるだけです。それでは苔を駆逐するべく環境を作っていきます。まずは空いている30センチキューブ水槽を用意し、そこに水を入れていきます。ちなみにこちらはいつもの浄水器を通した水です。続いて、苔を取り除きたいアヌビアスを60センチストック水槽から拝借していきます。ちなみにこの水槽、所狭しと陰性水草を入れているせいで誤解されがちですが、ベアタンクで管理してます。中には数百匹の生態がいるんですが、日頃の水替えのおかげで低床にはそこまで汚泥が溜まってません。やっぱり生態が多い場合はベアタンク水槽が楽ですね。ろ過に関しては全部外部フィルターに任せちゃえばいいんで、厄介な菌を低床内に蔓延させないという意味では最強な気がしてます。まあその分水替えは必須になりますけど。そんな感じでアヌビアスを回収していったら、先ほど水を入れた30センチキューブ水槽に放り込みます。全部石に活着させているため、勝手に沈んでくれるのがいいですね。ほとんどはアヌビアスナナプチなんですが、先ほどお話ししたアヌビアスジェイドやゴールデンなどもあります。ただ、どれも見分けがつくレベルの種類なので、こんな感じで適当に放り込んでいます。紛らわしい種類を育成している方は入れるときに混ざらないように気をつけてください。さすがにこのまま放り込んでおくだけだと大変なことになるんで、整理整頓していきます。できるだけ葉が重ならないように整列させているんですが、これはヤマトが葉を掃除しやすくするためです。ヤマトって結構でかいので、隙間がないと入り込んで掃除してくれないんですよね。こんな感じで、右側はアヌビアス7プチゾーンにしておき、その隣にアヌビアスジェイドを配置。こうすることで若干似ているアヌビアス7ウェーブとプチが混ざらないように境界線の役割を果たしてもらいます。これだけでもすでに相当な量なんですが、まだまだあるので、残りのアヌビアスを空きスペースに入れていきます。どちらかといえば左側のアヌビアスの方が苔がひどいですね。左は結構前に購入したアヌビアスが多いので、右よりも苔に侵食されやすかったのかも。30センチキューブ水槽はそれなりの広さがあるので、全部入りきると思ったんですが、予想以上にアヌビアスが多くて悪戦苦闘しています。先ほど置いたアヌビアスたちを右に詰めつつ、残りのアヌビアスを無理やり押し込みます。最後に左手前に素焼き鉢のアヌビアス7ゴールデンを置いたら作業完了。このアヌビアスは色も明るく、苔にも侵食されまくっているので、苔のバロメーターとして役立ってくれそうです。最後ら辺は入りきるか心配でしたが、なんとか収まってよかったです。すべて入れた後の全体像はこんな感じ。ゴールデンがいい感じに反転苔を浮き彫りにしてくれてます。果たしてどう変わっていくのでしょうか。それではアヌビアスもすべて入れたので、肝心のヤマトヌマエビを入れていきましょう。ちなみに外部フィルターには立ち上がった露材を入れているので、水質悪化もある程度耐えられます。ヤマトをかき集めながらの作業だったため、映像は先ほど入れた分しかありませんが、この映像で100匹いることがある程度感じ取れるのではないでしょうか。早速全員つまつましてますね。ヤマトにとってはビュッフェみたいなもんでしょう。こんな感じでアヌビアスウェーブの葉を一心不乱につまつましているやつもいます。明らかに葉の表面を掃除しているので、苔を取ってくれることに期待したいです。というわけで初日はこんな感じでした。さすがに入れた直後なので反転苔は減ってませんが、至るところでヤマトがつまつましてるので、しばらくすると効果は出てくるのではないでしょうか。
ちなみにライトは通常通りつけてます。どうしても減らない場合は消灯しますが、隣の30センチキューブとライトを共用しているので、あまり消したくなかったんですよね。というわけで、ヤマト導入から1週間経った映像がこちら。なんかグッピーもいますが気にしないでください。見た感じだいぶ減ってる気がしますね。葉が明るく斑点ゴケが目立っていたアヌビアスジェイドもこんな感じで、まだまだ残ってはいますが、パッと見てわかるほど綺麗になってます。やはり葉が折り重なっているところはヤマトも入り込みづらいらしく、取りづらそうな場所はまだまだといった感じ。バロメーターとして置いてあるアヌビアスゴールデンはこんな感じで、よくつまつまされてます。ただジェイドよりも斑点ゴケがひどかったためか、まだまだ取り切れていない部分が多く残っています。それでも初日に比べると全く違うと言っていいほど改善されてますね。さすがはヤマトヌマエビ。こいつらはアクアリウムになくてはならない存在です。というわけで、そこからさらに1週間経過した映像がこちら。見てください、この綺麗さを。ほぼほぼ焦げがなくなってます。水槽壁面にぶつかってる部分は物理的に除去できなかったようで取れてませんが、他の部分はマジでピッカピカです。先ほどお見せしたアヌビアスゴールデンもこの通り、めちゃくちゃ綺麗になってます。奥側のアヌビアスを見てみても、すごく綺麗になってることがわかりますね。ヤマトヌマエビを入れてたった2週間、これほどまでに効果が出るとは正直思ってませんでした。斑点状ゴケは硬くてヤマトもあまり食べないだろうと踏んでいましたが、それしかない状況だとがっつり食ってくれますね。消灯もしていないということは、この苔が消えたのは純粋にヤマトヌマエビのおかげだということが証明できたと思います。それにしても本当に素晴らしいですね。黒ひげとかの場合は木作液などにつけて苔自体を殺すことで取ったりしますが、それなりにリスクもあるので自然になくなってくれるに越したことはありません。このようにヤマトの掃除だけできれいにできるなら、ほぼノーリスクで手間もかけずに対処できます。まあ、ヤマトもここまでの数になると一つの水槽でずっと入れておくのは大変なので、各水槽にまた再分配する必要はありますが、続いて水中の中ではだいぶ綺麗になっていることが分かったので、水槽内から出してもっとじっくり観察してみましょう。トレイ1つには到底入りきらない量なので2つに分けてみていきます。こちらは左半分のアヌビアスたちですね。やはり水中から出してもしっかり斑点ゴケがなくなっていることがわかります。ただ近くまで寄ってみると、このアヌビアスゴールデンのように若干の食害がありました。感覚的にゴールデンは他のアヌビアスよりも葉が柔らかいイメージなので、余計穴が開きやすかったんでしょうね。まあ正直これくらいなら全然大丈夫な気がします。100匹を30センチキューブに入れてこれくらいの食害で済むなら、安全性も極めて高いのではないでしょうか。ただこれは葉が硬いアヌビアスだからこそこれくらいで済んでる可能性もあるので、葉が柔らかい水草の場合は毎日様子を見た方が良さそうです。右半分のアヌビアスはこんな感じ。こちらは比較的新しく買ったアヌビアスが多かったので、全然食害もされませんでした。まあ新しいと言ってもすでに半年前くらいですが、ジェイドも葉が柔らかめなので心配でしたが、ゴールデンのような穴開きはなさそうです。こちらの方がアヌビアス自体の状態も良く、斑点ゴケの掃除具合も先ほどのトレイより良好な気がしますね。というわけで検証結果、斑点ゴケは大量のヤマトヌマエビで駆逐できる。正直これほどまでにヤマトヌマエビが強力だとは思ってませんでした。今まで散々お世話になってきましたが、柔らかい苔ばかり食べるイメージがあったので、こういった人力ですら除去不可能な苔には無力だと決めつけてた部分がありました。さすがにメラミンスポンジでこすっても落ちないような苔をエビが削り取れるとは思いませんよ。どういう理屈でヤマトが取ってくれたのかはわかりませんが、あの小さな手でつまつますることで、あの凹凸までしっかり掃除できたんでしょうかね。
マジでヤマトには感謝しかないです。これからもどのレイアウト水槽にもタンクメイトとして活躍してもらうことでしょう。皆さんも苔まみれになってレイアウトに使えるような状況じゃないアヌビアスがあったら、ヤマトヌマエビにお願いしてきれいにしてもらってみてはいかがでしょうか。24時間無給で給料もいりませんし、人よりも仕事をしてくれる最強苔取り生態です。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。